はいどうも料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ねご紹介するのはフランスの家庭料理で人気を博しておりますパピヨットという料理をご紹介させていただきます。こちらですね、お魚とかですね、鶏肉とか野菜、キノコなどをですね、冷蔵庫にあるものをこう集めてきて、でそれを紙包みにして焼き上げるっていう料理になります。で、こちらですね、人気の理由のまず一つとしてはまずこう焼きこう旨味をですねギュッとこう袋の中に、一つにまとめて、でこうパッとこうね焼き上がったところで、開けた時の香りの良さですよね。まずこれが1点で、もう一つこの家庭料理として人気なのが片付けが楽っていうことなんですよね。これが理由で、結構ねフランスの方では人気を博している家庭料理のメニューの一つっていうことになっております。今回はね、そちらのパピヨットの方を皆さんにご紹介したいなと思いますので、早速皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、では材料紹介になります。こちらズッキーニ、ヤングコーン、プチトマトでレモンとパプリカの赤と黄色ご用意ください。で、こちらえのきだけ、こちらもご用意いただけたらと。でこちら卵黄をご用意ください。で、こちらオリーブオイルになります。で、こちら白身魚のね、お魚マダイになります。でこちらがアサリになります。で、こちらタイムですね。で、えのきの方はちょっとこんな感じでねほぐしていただけたら。で、ズッキーニの方は乱切りしていきます。でヤングコーンはねそのまま使っていきますので。で、プチトマトの方は真横にこうパッとね、切ってもらえれば大丈夫です。こんな感じで切っていただければ大丈夫です。でそれをこういったね、網目のバットがあればその上に乗せていただいて、後で塩を振ってオーブンで焼いていきます。で、パプリカですね。こちらも白い綿のね、苦いところはちょっとこう取っていただいて、でこんな感じでね、カットしてもらえれば大丈夫です。赤いパプリカの方もね同じようにカットしていただければ OK です。レモンの方はもう輪切りで使っていきますので、こんな感じのサイズ感で切っていただければ大丈夫です。で、こちら先ほどのね、プチトマトに塩を振っていきます。で少し時間を置いて水分を出していきますね。で、マダイの方は食べやすいサイズに切っていただければ OK です。で今回はこの量を使わせていただきます。でこちらも塩をしていきます。両面していただいて OK です。では先ほど使用したプチトマトですね、水分が出てきたところで、オーブンにかけます。110度で、だいたい90分ほどかけますね。そうするとこういった感じで、セミドライトマトができます。これがですね味がギューッとなっててすごいね味の決め手になりますので、ぜひ作ってみてください。で小さい小鍋に今油を入れまして、だいたい180度ぐらいになったところで野菜を素揚げしていきます。
で、ここはね、しっかり、焼き色つけていただいて、全然大丈夫ですので。こんな感じですね。で、軽く塩を振っていきます。で、同じくね、パプリカの方も軽く、これは素揚げで大丈夫です。今もこの入れていただいて、もうさっと揚げる感じで大丈夫です。もうこれはあと、紙包みしていく中でですね、しっかり火入っていきますので、もうこのパプリカに関してはさっと油通ししてもらえるぐらいのイメージで大丈夫です。これで素揚げの方は OK ですね。で、こちらも同じように、塩をしていただければ。では、包んでいきます。まずこれ、一番最初に、えのき茸を一番下に敷いてください。で、中央の位置に持っていっていただいて、で、その上に真鯛を乗せていきます。えのきにもしっかりこう塩をしてあげてください。で、この時にですね、中央に来るように、包む時の中央になるように、位置を決めていただいて、その周りにお野菜をね、こう並べていきます。で、もう開けた時の状態になりますので、この時にもう大体盛り付けのイメージ通りに、こう、飾ってもらえれば大丈夫です。で、そこに、レモンとタイムを添えていきます。で、このアサリですね、必ずいっていただいて、で、最後に、白ワインを上から振りかけます。これがですね、結構大事なところになりますので、ここはね、振りかけていただければ。で、そこに卵黄で今から周りを塗っていきます。で、ここはね、ノーカットでお見せいたしますので、手順を見ていただければそんなに難しいことはありませんので、まず最初にここをのりしろになるところを折っていただければと思います。で、そうしましたら、その部分にこの卵黄を塗っていきます。で、ここで、まず、一番最初のまず止めをいたします。まずね、両サイド決めていただいてからの方が決めやすいですので、で、まずこのの字にまず締めていただきましたら、もう一回同じようにこの字に塗っていきます。で、この字に塗っていくんですけども、またね、のりしろを作っていきますので、その部分を折っていきます。で、まず両サイドここでもうしっかり止めちゃいます。で、そうしましたら最後の折り目ですね、つけていただいて、で、同じように卵黄を塗って、これでひとまず完成となります。
で、焼き上げる前にですね、このオリーブオイルをパーチメント紙に塗ってあげてください。そうしますと中がですね、半透明になって、見えますので、ちょっとねおしゃれな感じを演出することができるのと、あとパーチメント紙がですね綺麗な焼き色になりますので、こちらは必ずオリーブオイル塗ってあげた方が仕上がりは絶対的に綺麗になります。はい、ではね、220度で、20分ほど焼いていきます。で、こちらがその焼き上がりですね。でこちらはハサミでも包丁でも結構ですので、切れ目を入れてこう四方に開けていただければ OK ですね。いやー美味しそうですね。はい、こちらがパピヨットになります。いかがでございますでしょうか。よし。うめえ、うますぎる。生き返るな。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。パピヨットのご紹介でございました。こちらですね、やっぱりこうパピヨットがね、こう焼き上がって自分の手元に来て、でそれをですね、ナイフだとか、ハサミでこう開けてこう広げる時のね、このもう香りの良さといったらもう何とも言えないですよね。で、こちらですね、一つ注意事項がありまして、こちらお作りになる際に、青魚はあまり向きません。白身魚が一番向いているものになりますね。あと鶏肉なんかも非常に合います。ただ、鶏肉でやられる場合は一度皮目、しっかり焼いていただいて、で軽くですね裏面も火を通してもらってからパピヨットにした方が安全ですので、おそらくパピヨットだけで火入れをしようとするとおそらくですね若干ちょっと火の入りが弱いと思いますので、鶏肉でやられる場合は必ず皮をパリパリにしていただいて、で裏面を焼いていただいてある程度火を入れてからパピヨットで仕上げるっていう方法の方が間違いないです。はい。で、こちらですね、パピヨットのもう一つね、利点、として、前半でご紹介しました、最後の片付けが楽っていうところもまず1点なんですけども、もう1点利点がありまして、こちら具材を集めて火入れをして、で、パピヨットをこうくるんでいただいて、で、卵黄でね、ピッと止めていただいたところで、オリーブオイルを塗らないでおけば、例えばそれをお昼にやったとして、夕飯に、ですね、ディナーの時にオリーブオイル塗っていただいて、でそこから焼くっていうこともできます。つまり半日ぐらいであれば作り置きができるっていうところで、結構利点はあるかなと思います。はい、お昼が終わってちょっと時間のある時に作っておいて、で、いよいよ夜のディナーっていう時に、このオリーブオイルを塗って焼き上げるっていうこともできますので、非常にね、いいレシピになります。
はい。ですので、忙しい時なんかのちょっとしたね、ディナーとしても結構ご活用できるのではないかなと思いましてご紹介させていただきました。はい。ぜひぜひね、お試しいただければなと思いますので、ご参考いただければなと思います。はい。ということで、またね、次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。